はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は簡単クロッキーレベル2その1、立体的な体の描き方ということでやっていきたいと思います。この簡単クロッキーシリーズは初心者の人でも全身を簡単に描けるようになることを目標に考えられたステップアップ式のシリーズなんですけど、これまでの簡単クロッキーシリーズ入門編では全身を描く前に知っておいてほしい基本的なお話を、レベル1では全体を単純な形で捉えることにフォーカスした平面図形で描く描き方についてお話ししてきました。そして今回の簡単クロッキーレベル2からではいよいよ立体を意識した人物画の描き方について解説していきたいと思います。今回はレベル2がどんな描き方なのか、なぜそのように描くのかについて実践を交えながら解説していきたいと思います。この動画を見ていただくことで絵が平面的になってしまう原因と、どのようにして考えれば立体として物を描くことができるようになるのかがわかりますので、平面的なイラストから抜け出せないで悩んでいる方、全身を立体的に描けるようになりたい方はぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは簡単クロッキーレベル1の描き方をおさらいして描いてみましょう。頭の先の位置と足の先の位置を決めたら、体の軸の流れを表すアクションラインを描いていきます。股下の位置は全体のだいたい半分よりちょっと下ぐらいになりますかね。頭の大きさでアクションラインを分割したら、頭を単純な形で描き込んでいきます。肩の傾きと腰の傾きを描いたら、それに合わせて胸郭と骨盤を単純な台形の形で描いていきます。腰の台形に足の付け根となるパンツのラインを描き足します。膝の位置を丸で描いたら、そこに向かって足の付け根から足の線を描いていきます。足先は単純な大きな塊として台形の形で描いて、膝から線でつないであげます。反対側も同様に描いていきます。あとは腕ですね。肩の位置をボールジョイントで描いたら、手の先の位置を先に描いておきます。手首の位置は足の出っ張り、いわゆる大天使の部分を目安に描いていきます。そして肩と手首を単純な一本線でつないであげれば腕の完成です。反対側も同様に描いていきます。手を腰に当てているポーズですね。手の先の位置を先に描いたら、肩から腕の線を一本線で描いてあげれば完成です。あとは体のつながってない部分ですね。胴体の部分を線で描いて、腕の部分も厚みをつけておきます。首の部分も鎖骨の中心を目安に胸鎖乳突筋の V の字と僧帽筋のハの字を意識してつないであげます。そして顔の向きを示す十字線を書き込んであげたら、これで簡単クロッキーレベル1の書き方の完成ですね。簡単クロッキーレベル1ではこのような感じで書いていきましたが、今回はこれを立体的に書くということで解説していきたいと思います。では立体的に書くにはどうすればいいのか。結論から言ってしまうと、面を意識するということになってくるんですよね。面を意識するなんて言われても難しいと思いますので、このミニフィグを使って解説してみたいと思います。前から見た時に見える部分がいわゆる正面という部分になります。この状態だと面は一つしか見えないんですけど、少しでも角度を変えてみると、このように横の厚みの部分、いわゆる側面の部分が見えてきますよね。こんな感じで真正面以外の角度になると、実は2つの面が見えているということがわかると思います。さらに少し上からのアングルにしてみると、今度は上の部分、いわゆる天面が見えますよね。この時、前面、側面と合わせて3つの面が見えているということが確認できると思います。さらに下から見た場合、足の裏の部分、底面が見えてきますよね。立体的に物を描こうと思った場合、まず今見ていただいたような面を意識するということが非常に重要になってくるんですよね。では、この簡単クロッキーレベル1で描いた素体を実際に面のある立体に置き換えて描いてみたいと思います。まずは頭の部分ですが、
面の意識がない場合、このように一つの面だけで考えてしまいがちですが、実はカメラに向かって真正面を向いていない限り、こんな感じで横の面と上の面が少しだけ見えてくるかもしれません。実際の頭はもっと複雑な形をしているのですが、簡単クロッキーレベル2ではこんな感じで単純な立体に置き換えて描いていきます。次に首の部分ですね。こちらも線が2本書いてあるっていうだけの平面的な考え方じゃなく、こんな感じの円柱型に置き換えて考えます。円柱だと分かりにくいんですけど、こちらも前面と側面があるという意識を持って書いてください。そして胸郭の台形部分。胸郭の部分は簡単クロッキーレベル1では台形で書きましたが、簡単クロッキーレベル2では一旦真四角の立体で考えます。そして肩の部分をこんな感じの球体で描くのですが、これもただの円ではなく立体のボールをイメージして描くようにしてください。そしてこの胸郭の四角と肩の球体のボールを単純な形に置き換えてあげると、台形の形、つまり簡単クロッキーレベル1の形になることがわかると思います。続いて腰の部分ですね。腰の部分も簡単クロッキーレベル1では台形の形で描いていきましたが、レベル2では真四角の立体として描いていきます。ここにパンツのラインを描き足してあげます。そして足の部分ですが、パンツのラインに合わせてこのようなボールジョイント、球体が2つ入っていると思ってください。立体感を出すために影付けをしておきましょう。こちらもシルエットを単純な形で捉えた場合、こんな感じのレベル1の台形の形になります。続いて足を描いていくのですが、まずは膝の位置、球体で描いていきます。反対も同様に描いていきます。続いて太ももの部分ですね。こちら先細りした円柱をイメージして描いていきます。円柱だと面が分かりにくいと思いますが、このように影付けをしてあげると立体で捉えられると思います。反対側も同様に描いていきます。そして足の部分ですね。まず地面に平行の線を引いて、そこに足の塊を描いていきます。この形立体で捉えるのがちょっと難しいと思うんですけど、これを真横から見たらどういう形になっているかというと、こんな感じの台形の形の立体として捉えて描いているんですね。そしてすねの部分もこんな感じで太ももと同じく先細りした円柱の形で描いていきます。反対側も同様に描いていきます。続いて手の部分ですね。手の部分は手のひらの部分をこんな感じの四角い板状に描いて、指の部分は大きな塊として丸く描いておきます。そして腕の部分は円柱で描いていきます。続いて前腕部分ですね。こちらもちょっと先細りした感じで描いておきます。腕と手首の位置がちょっとずれているように見えますが、これはすいません、作画ミスです。反対の手も同様に描いていきます。まず手のひらの部分ですね。この場合手の甲の部分ですかね。瓦型の板状の四角を描いて、指先の部分、この場合折れ曲がってるんでこんな感じで丸く描いておきます。指を細かく描く必要はこの時点ではまだないと思います。そして腕の部分、こちらも円柱状で上腕部分を描いて、前腕部分も先細りした円柱ですね。こんな感じで描いていきます。こちらも影をつけておきましょう。そしてお腹の部分なんですが、ここは柔軟に曲がる部分ですよね。ポーズによって形が変わる部分なんで、ブロックを描かずに最後に線でつないであげます。これで簡単クロッキーレベル2の完成です。関節部分をつないでませんが、そこがレベル2のポイントなんです。
関節のつながりを描こうとすると急に難しく感じる場合がありますので、簡単クロッキーレベル2ではあえて関節をつながずに、まずは立体の面を意識するということだけにフォーカスして描いていきます。あとは立体として考えた場合にパースの意識も必要なんじゃないのと思うかもしれませんが、ここではまだパースに乗せて描くといったことは考えずに、とりあえず立体で面を意識して描いてみるということをやってみてください。続いて真横から見た人も描いてみましょう。頭の先の位置を決めたらアクションラインを描いて、また下の位置、そして足の流れを描いて足先の位置を描きます。頭の大きさの当たりを取ったら頭を単純な形で描いていきます。そして首のラインを描いて、胸郭の台形、骨盤の四角を描いて、そこにパンツのラインを描き足してあげます。膝のボールを描いたら足の線をつないで、あとは腕ですね。肩のボールと腕の線、手の先の塊を描いて、胴体と首をつないであげれば完成です。このような平面的な図形で描いていったと思うんですが、これも立体に起こしていってみましょう。頭の形なんですけど、真横から見た人は真四角に描いちゃってもいいと思います。そして先ほど同様に奥行き、この場合は顔の正面の部分ですね。こちらと顎の下の底面のラインを描いていきます。これだと顎のラインがない感じに見えますが、ディテールを乗せて描く場合はこの四角に顎のライン、斜めの線をこんな感じで描き足してあげます。そして首の円柱の部分ですが、少し斜めに描いてあげるのがポイントとなります。胸郭の部分はこんな感じで斜めに出っ張っている四角になるんですが、こちらも立体として捉えていきます。体の正面の部分、胸郭の底の部分をね、必ず描いておきましょう。面を意識するってことですね。そして骨盤の部分、こちらは胸郭とは反対方向に傾けて面を意識して描いていきます。そしてこの部分に足の付け根のライン、いわゆるパンツのラインを描いて、ボールジョイントの部分を描いていきます。膝の部分ですが、膝の球体は手前と奥の部分も描いておきます。そして太ももの円柱ですね。こちらも少し先細りした感じで描いておいて、奥の見えない方の部分もちょっと見える感じにして描いていきます。そして足の立体の部分を描いていきます。普通は膝からすねの部分、そして足という感じで順番に描いていってしまってもいいんですが、今回はちょっとデモンストレーション的な部分もありますので、まず先端の部分を描いて、後から線でつなぐという形式にのっとって描いていきます。足の立体は先ほど言ったようにこんな形の台形の積み木型という感じで描きます。あとは膝と足をつなぐように足の円柱ですね。こちらも先細りした形で描いてあげれば足の部分は完成です。こちらも立体が分かりやすいように影を足してあげます。こんな感じでね、単純な影付けをしてあげるだけでも自分で立体を把握するのに非常に役に立つと思いますので、ぜひやってみてください。あとは腕の部分ですね。肩の球体を描いたら、先の部分ですね。こちら手のひら、手の甲の部分の瓦型の立体を描いていきます。そしてこれができたら指の部分を、手袋、ミトンを描くように描き足してあげます。あとは腕の立体ですね。円柱を2つ描いていきます。上腕と前腕ですね。ちょっと手首の位置上すぎたかもしれません。そしてこちらも立体が分かるように円柱に影付けをしていきます。あとはお腹の部分ですね。離れている部分を線でつないであげれば完成です。関節をつなごうとすると書き方が急にややこしくなるので、簡単クロッキーレベル2では関節はつながないという感じで書いてきました。
ではこれを踏まえていろいろなポーズを実践的に描きながら解説していきたいと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、またポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会や、イラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと絵の勉強をしたい方、お絵描き仲間が欲しい方は、サロンの方もぜひご利用ください。ライブ配信を切り抜いて見やすくまとめた動画をサブチャンネルで公開中です。イラストメイキングの部分をサクッと見たい方は、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。